こんにちは、原亀です。前回ですね、お話ししました Z9 不要論ですか。まあ、非難合々なんじゃないかなと思ったりします。実はまだ風が良くなってません。鼻声です。お聞き苦しい点があると思いますが、よろしくお願いします。私事ですが、ですね、結構仕事がもう少ないので、カメラの方の仕事はどんどん絞っていってます。それで、コストをですね、かければかけるほど、やっぱり、やっていけないっていうことがありますので、極力機材を処分して減らしていってますが、これからは、Z9 と共にやっていこうかなと思ってます。基本的にやはり Z9 の、撮影的な優位な部分ですね。そういうものを活かしつつ、今までの撮影スタイルを全部やめてしまって、ギリギリのところを攻めようかなと思ってまして、レンズがですね、もう望遠は、メインが70-200でいきたいと思ってまして、70-200の 2.8 のニコンの、Z マウントのレンズですね。非常に高性能なレンズなんですが、このレンズと、あとは、前々回、いや、もうちょっと前かな。第2回目ぐらいで、ベタ褒めした100-400の、4.5 から5.6 ですか。で、この2本のレンズを中心に、もう今後撮影していこうと、決めまして、今までの、180-400の F4 ですね。そのでかいレンズ。あと120-300の 2.8 ですね。こちらの2本も処分しちゃいました。で、もうやめちゃって、で、もう長望遠はこの2本だけと。あとは、単焦点の明るいレンズを使って、撮影の方をやっていこうと。で、基本的に競馬の方の撮影がもう私今 G1 しか撮ってませんので、G1 でももしかしたら全部いけない日程が出てくるかもしれないですね。ちょっと他の仕事をメインでやってますんで、そうすると、超望遠の高い光学の明るいレンズを使って、昔のように撮影するっていうことはもうやめまして、技術革新の方にちょっとおもねってですね、最新の、小さくてコンパクトなニコンさんのそういう、なるべく小さいミニマムなスタイルで撮影するっていう方向に僕もシフトしていきたいと考えてまして、ですから大きなレンズですね。4ニッパーとか3ニッパーとかそういう大きなレンズを使って撮影するのはもうやめにしようと思います。で基本的にですね、昔のように、A3 の額だったり、半節の額だったり、そういう大きな写真を販売するっていうことは今やってませんので、コロナ禍で追い出されてから2年ぐらいもうそれやめちゃってますね。ニーズがもうなくなってしまってるんですよね。だからその新しいスタイルで撮影を継続するっていうことは、基本的にはもう 2L プリントのサイズで勝負すると。そうなってくると、あんまり大きなサイズの綺麗なデータもいらないので、そうしてくると地方競馬が中心という風にもなってきますし、だいたいもう今100、400のレンズで結構もういけちゃったりします。ナイターでも、感動を結構上げても、極限まで暗い状態じゃなければナイターで結構撮影できちゃうので、はっきり言ってそこまでのクオリティを求められていないというのはもうひしひしと感じていますので、その中で勝負できるところで勝負するということにして、機材は極力高い機材を使わないようにして、継続していくと。それでもですね、十分勝負できると判断しております。ですので、100、400のこの、4.5 から 5.6 のレンズですか。200、600が出れば、それは、買おうと思ってますんで、あと 2.8 のですね、開放値のでかいレンズを使って撮るってことはもう極力しないようにしようと思ってますね。天気がじゃんじゃん降ってて、すごい天気が悪い日って多分年間通して
G1 だけしか撮らないと仮定すればそんなにたくさんないはずなので、まあ、基本的には、それで対応できると思っております。で、テレコンですね。よくまあ、悩むところでテレコンバーターっていうのがあるんですけど、実はテレコンバーターって、まあ 2.0 倍だと画質がいまいち、良くないので、もともと僕は 1.4 倍の方しか使わないんですけれども、まあ最近は、1.4 倍をわざわざテレコンバーターを買ってつけるという行為が果たして必要なのかと、それをずっと考えてまして、テレコンバーターもやめてしまってますね。1.4 倍するだけだったらですね、別にさ、クロップでいけるんですよね。だから、まあ、画質が若干ですけど、ほんの若干落ちるんですけど、まあ4600万画素あれば、基本的にはそこからですね、1.4 倍のクロップをしてもですね、まあそれでも D5 と同等それ以上の画質のクオリティは得られるというふうに思っております。それからですね、Photoshop の現像をやるときにですね、画質の強化というところがあります。ロー撮影をしていると、画質の強化というボタンがありまして、まあ、後で説明しますけれども、それを使うことによって画素数が倍になると。計算上倍になるっていう、まあ、処理の方法があるんですよね。それをすれば、例えばですよ、これ極端な話、2000万画素で撮ったものが4000万画素になると。まあ、実際に実数でそういう風になってるかどうかちょっとわからないんですが、そういうところもありますので、まあ、最新の技術を駆使して、まあ、ケアしていくというか、自分の機材の足りない部分をですね、そうやってケアをして撮影をしていけば、で、ということで、超望遠の、まあ、高いレンズですね。そういうものを、もう、脱超望遠。まあ、脱超望遠って言っちゃうとちょっと語弊があるかもしれませんが。まあ、100万円を超えるような大きなレンズを使って撮影するのは、もう需要がないと。そう判断しております。まあね、A3 サイズぐらいですかね。サイズ的に大きなもので使うと言っても A3 ぐらいなので、まあそうするとですね、ものすごくクリアな、ロー画像が必要かと言われると、ほぼほぼ必要ありません。ですから、まあそこまでのクオリティは求められていないと。とはいえ、まあ腕でね、カバーできるところはあると思いますんで、そういうものがもちろんカバーしていきますが、まあ、レンズもですね、それなりのレンズで十分撮れると。それだけのクオリティをニコンは実現していると私は信じていますので、ですから 400mm の 2.8 のレンズを使わずとも、400の 4.5 のレンズでも全然いけるはずですし、800mm の 6.3 の、まあ60万円、70万円ですか。それぐらいのレンズでも全然綺麗に撮れると思ってます。まあ、特に100、400ですね。このレンズはかなりお気に入りですので、100、400を中心に撮影していこうと。まあ、そういうことですね。で、今までの180、400の F4 と120、300の 2.8 はもう、処分してですね、使わない方向でやっていきたいと。で、まあ、動画をやる上ではね、ZQ は不要なんじゃないかって前回お話をさせていただいたんですけど、まあ私は主戦場は、スチール写真ですので、当然 ZQ があれば、あったに越したことありません。で、まあ Z6-2 が2台と ZQ が1台ですね。まあそれのメイン3台でやっていこうというふうに考えております。まあ 400mm のね、2.8 がですね、まあ、標準小売価格が201万ですからね。まあ、ちょっといろいろ駆使してもやっぱり180万とか160万とかそういう価格になってしまうと思いますんで、まあそういうですね、もうすっごく高いレンズを使ってバリバリ撮影するっていうのは、まあ昔のスタイルでね、まあスポーツカメラマンっていうのは大きなレンズを使って、まあ綺麗な写真を撮るっていうのは基本だったんですが、もうさすがにですね、もう技術がだいぶ進んできて、そんなに明るいレンズ使わなくても、もう十分耐えられる、
画像を得られると思いますので、400mm の 2.8 よりはむしろ、コンパクトで、体に負担の少ない400の、4.5、お財布にも優しいと思いますんで、これ定価ね、50万ってことになってますんで、だいたい定価で比較すると4分の1ですか。4分の1の価格で、絞りがですね、1と2分の1ぐらいの開きしかないので、そう考えるとですね、1と3分の1か。1と3分の1ステップ暗くはなりますが、そんなに、基本的にはめちゃくちゃ差があるっていうわけではないと思いますね。ボケの美しさとか、そういうふうに言ってくる人いると思うんですが、多分ですけど、取り比べて、よく見てみないとわからないレベルですよね。だから1個だけで使ってる分には、もうそのクオリティだけで満足できる仕上がりだと思います。ですから400の 2.8 じゃなくても、400の 4.5 でも十分クリアな、画質が得られると思いますので、そこで勝負すると。もうね、新しい時代に入って、やっぱりものすごいコストをかけて、100万、200万のコストをかけて、写真を撮る時代ではもう完全になくなってきてますんで、プロの、クオリティは、そこそこ保ったまんま、やっぱりギャラがすごく下がってるんで、どこの業界もですね。それに合わせた撮影スタイルを、それを受け入れて自分で消化していかないと、今までの今よりですね、コストたくさんかけて、素晴らしい写真を撮るっていうのは、それは王道ではあるかもしれないんですけども、そのスタイルではやっていくのはなかなか維持が難しいっていう業界になってきたと思います。とはいえね、俺は技術で、そういう高い機材を使って、ブイブイ言わして撮っていくんだっていう人がね、それはそれでいいと思います。はい。私はそういうスタイルではもう仕事はしませんということですね。はい、かといって、他の人よりも、クオリティが低くなるわけではなくて、それなりにクオリティを保ったまんまの仕事のスタイルでいけると確信していますんで、それはですね、継続していく上で、コストをあんまりかけないようにしようというふうに決めております。はい。ということで、100、400ですね。このレンズ救世主のレンズだっていう話を前回、第2回ですか、の時に、100、400があんまりにも素晴らしいっていう話をしたと思うんですけども、本当に晴れてる日は、素晴らしいレンズで、400の 2.8 と取り比べても多分、比較しても全く遜色ないと思いますんでね。オートフォーカスも早いですし、もうこのレンズで十分だと思いますね。はい。ナイターでも、5.6 でも、暗いかなって思うんですが、光が当たってる部分に関しては、ほとんど遜色なく、若干ノイズが荒れるかなぐらいな感じで、あとは後処理でカバーできると思いますし、ニコンさんは技術の出し惜しみがないので、お安いレンズっていうか、安価なスタイルのレンズでも十分クオリティを保てると思ってますんで、S ラインですね。ここの、技術革新を信用して使っていくというスタイルでやっていきたいと思います。はい。ということで、今回はですね、新しいレンズ、100、400と70、200の2本で今後撮影していきますというお話です。ですから、昔のように大きなレンズ 2.8 の明るいレンズを使って、機材で、ブイブイ言わして撮影していくスタイルはもう卒業しますというお話でした。現像だったり、そうですね、機材の、技術革新で、できるだけコンパクトな機材にして、体に負担をかけずにお財布にも優しい撮影を、していくと。そうするにはどうしたらいいかってことを、皆さんと一緒に考えていければと思います。どうもありがとうございました。